皆さんお疲れ様です。前回はエンジンの異音の調査ということでね、ヘッドカバー上げてみたんですけども、これがね、なんと、予想通りと言ったらあれなんですけども、タイミングチェーンのね、ガイドが破損しておりました。で自分でですね、その辺のかけらを取り除いて、なんとかね、エンジン音の方も若干マシにはなったんですけども、当然それだけでは走れないということで、いろいろねちょっと考えることにいたしました。この車買って3年、ですかね、経つんですけども、トータル14年ですかねの車ということでね、これに対して修理をするのがどうなのかとか、いろいろ皆さんもね同じような立場っていうかね、状況に陥ったらね考えると思うんですけども、私の場合は今回がそのタイミングということになりました。このミニクーパーでですね、いろいろねまだねやりたいことがいっぱいあるんですよ。でまずね初めにやろうと思ってたんは、実はですねバンパーに買った当初からちょっとね小傷があったんでね、そんなの修理とかね、あともうホイールせっかくねこれ綺麗にしたんですけども、ちょっとねガリっちゃって、またねそれの補修なんかをねしないといけないななんてね思ってたんですよね。で本当のね計画はね突然だったんで、もうねできなかったんですけども、ちょっとね知り合いの修理屋さんのところに、ちょっと頼んでですね、オイルのねチェックランプとかついてることとかですね、オイル漏れがあったんで、その辺もね一緒に作業しながらね動画なんか映せたらいいななんて思ってたんですけどもね、残念ながらそれは実現することできませんでした。私の動画はですね、基本的にはミニクーパーの他にキャンピングカーとかね、キャンプでいろんなもろもろのレストアですねなんかを手掛けてお伝えしているわけなんですけども、ご視聴いただいているそうですね、7割か8割の方がミニクーパーの不安というような方で、認識はしております。なのでそういった方にですね、そのキャンプ動画見てくださいなんていうのもおこがましいということなんですけども、ちょっとね今回いろんな方と相談して、ミニクーパーねちょっと、この雨の中ですねさよならすることとなりました。はい、ということでですね、ミニクーパーの方、これからレッカーで修理屋さんの方に運んで修理することとなりました。すいません、ちょっとね紛らわしい表現を使って申し訳ございませんでした。やっぱりねミニクーパー、大好きなんでね、ちょっとこれ元気になるかどうかわからないですけども、ちょっとね修理を試みたいと思います。なのでねちょっとねしばらくの間ちょっとミニ動画の方がね撮れなくなっちゃうんでね、そういった方はねちょっとつなぎでですね他の動画も見ていただいたら助かるなというようなことでございました。でミニクーパーの方ですね、この雨の中さよならすることになったわけなんですけども、これの続きはですねまた当然、どれぐらいのね修理費用がかかったとか、あと他に不具合なかったのかなどねいろいろね詳しく、お伝えできる、情報はですね皆さんに提供したいと思っております。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。